こんにちは。今日はスペイン・サンチャゴ巡礼路を思うパート2です。私はこの巡礼路を2回に分けて歩いています。1回目はサンジャンピエドポーから約500キロのアストルガという町で終えました。そして5年後にそのアストルガに戻ってもう一度歩き始めたのです。最終地のサンチアゴ・デ・コンポステーラカテドラルから西のフィニスティエラ岬までそう90キロプラス歩くことにしました。マドリッド空港からチャマルティン駅まで進み、アストルガに電車で行きます。私の日記です。6月24日14時10分アストルガ着。懐かしいアストルガに戻った。アルベルゲというのは巡礼者が泊まる宿のことです。アルベルゲで日本人男性がいました。私の後ろの方にまだ数人の日本人が歩いているよと言ってくれました。以前よりはるかに多い日本人のようで嬉しかった。スーパーでパン、チーズ、ハムなどを買う。夜はサンドイッチを食べた。韓国人のリーさんにわかめスープ、朝コーンスープをもらった。昨日会った日本人の男性が、これからの道は雨が降るというので、マント式レインコートを買った方がいいよと言われた。私はとても迷った。でも一応買わずにいることにした。宿の部屋は4人部屋、2段ベッド2つ。全部男の人ばかり。でもショールでベッドを少し隠し、少しでもプライベート感。6月25日朝7時出発。今日歩くのは10キロメートルにしようかと思っていたけど、意外に早く10キロ過ぎたので、あと 4.5 キロ頑張ってエルガンゾに来た。今日は限界だと思い、アルベルゲに入ろうと思ったが、まだ閉まっていたので、その近くのルームと書いてあるところで、スペイン語しかわからない女の人に泊まらせてほしいと伝えた。朝夕食付きで45ユーロと思っていたら、夕食はついてなかったので、そこで米やサラダ菜を買った。すごくかわいい台所付きのアパートみたいなところで、窓からは山々が見え素敵だ。日本からの疲れをここで癒そうと思う。今日歩いていて涙が出そうになった。戻れてよかった。歩けてよかった。6月26日朝7時20分出発。とてもかわいいアパートでとてもゆったりと休み、白いご飯ばっかり食べていた。7キロ歩いたところのラバナル・デル・カミーノでカナダ人の年配の男性に会う。とても親しみのある方で英語がわかりやすく、少し話をした。足が痛いっておっしゃっていましたが、次の村まで一緒に歩いた。今日のアルベルゲは一人旅の女の人も泊まっているし、2段ベッドの下を取れたし、13時前にはチェックインしてシャワーを浴びて洗濯してベッドに休んだ。カナダ人の女の人は隣のベッド。彼女は明日がこの国の最後と言っていた。
向こうのベッドに一人旅の女の人がニュージーランドから来たと言っている。夕食は午後7時にこのアルベルゲの1階で久しぶりにまともなものが食べれそう。楽しみ。はい、日記を読んでいて私もその頃のことが思い出されてきてとっても懐かしい気持ちです。この山の風景を見て毎日歩いていたんですね。懐かしい写真がまた来ました。これは1回目の時です。向こうで偶然出会った女の方と朝、まだ薄暗い時に出発する時に撮った写真です。朝早く出ないと暑くて暑くてもう歩けなくなっちゃいますから。これはアルベルゲです。いろんなアルベルゲがあります。このアルベルゲはとても綺麗でした。ここはね、アルベルゲではなくてペンションです。お腹を壊してしまって、私はこのお部屋で、2泊でしたか。日本から持っていたお薬を飲んで休養していました。ここはもう普通のこういうところがアルベルゲですね。公営のアルベルゲです。値段がとても安くて、2ドル、2ユーロですか。2ユーロから4ユーロ、6ユーロ、8ユーロ、いろいろありましたけども、大体はこんな2段ベッドがたくさんあって、男女一緒に寝ますね。下のベッドがね、早く着いた時に下のベッドに取れるととっても助かるんですけど、もういっぱいだった時は時々上のベッドとかになって、ちょっとトイレ行くのとかちょっと困りましたね。そうですね、これはね、お水を大きいのボトルを買ってみんなで分け合ったりしてます。そしてこういう新しいアルベルゲもありました。綺麗なベッドですね。でもすごいたくさん、みんな一緒に大部屋で寝ます。ここは懐かしいです。アルベルゲについて、これは皆さん左の方にアルベルゲが開くのを待っています。疲れ果てて早く開かないかなって待ってるところです。はい、これはアルベルゲで着いて、そこで皆さんまずはお洗濯をします。そして次の日にそのお洗濯朝取って、そしてまたリュックに詰めて歩く。ほっとしたひとときです。今日もどうもありがとうございました。